こんにちは。包丁職人のパーカーです。今回は根強い人気のある銀酸を使ってワペティ5寸を作ります。鋼材に包丁の形を写し取ります。余分な部分をざっくり切り取ったので、60番のベルトで外周を整えます。外周が整いました。外周が整ったら表面の黒皮を落としていきます。黒皮が残った状態で焼き入れするとコードが上がりにくくなる原因になる場合があります。黒皮を落としました。焼き入れの時に吊るす用の穴を開けます。切削油をつけると煙が出ます。これから焼き入れに出します。焼き入れから帰ってきました。HRC は60でした。60番のベルトで裏面を作っていきます。和包丁は裏面が一番大事なので、ここでバッチリ作っておきます。裏すきが綺麗に作れていないと、砥石で裏押しをした時にラインがガタガタになっちゃいます。裏面ができました。60番のベルトで平と切れ刃を作っていきます。平と切れ刃を交互に削って計算で出した数値にします。荒研ぎが終わりました。次は120番で荒研ぎの傷を消します。銀酸は柔らかくて形が崩れやすいので、形を崩さないように慎重に傷を消していきます。240番で120番の傷を消します。いなくなっている時は包丁を冷やしています。コードが下がらないようにこまめに冷やしています。400番で240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。形はペティナイフですが、片刃と両刃では使い勝手が違います。600番で400番の傷を消します。この後は同じ工程が続くので、この辺でジャンプ。
表はこんな感じです。裏はこんな感じです。しのぎはこんな感じです。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は長時間指を乗せた時に痛くないように、慎重に角を丸めながら形が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように、細く切ったベルトで角を取りながら形が崩れないように磨いていきます。ここから手で磨いていきます。今回は包丁が小さいのと傷が消しやすいので耐水ペーパーの2000番だけ使います。当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。絵を作っていきます。上部に白い樹脂、主体となる部分に赤い樹脂の入ったスタビライズドウッドを使います。フライス板で白い樹脂の平面をざっくり出します。白い樹脂に穴を開けます。スタビライズドウッドをカットします。柄にしたい部分の寸法を測って目印をつけています。樹脂に差し掛かるとピンク色の粉が出てきますね。
スタビライズドウッドの平面をざっくり出します。最終の寸法に切り出します。スタビライズドウッドに穴を開けます。材料が揃ったので接着中です。固まったので四角に成形します。四角になったので八角に形を整えます。八角になりました。220番で60番の傷を消します。400番で磨いていきます。あとは同じ作業なのでバフ終わりまでジャンプ。バフが終わりました。樹脂がピカピカですね。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。
5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。8000番の砥石で研いでいきます。最後に12000番の砥石で裏押ししていきます。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いて、すべて消えたら平らになった証拠です。裏押しができたら表も解いて終了です。刃付けが終わりました。完成しました。刃全体を鏡面に仕上げました。溶かして混ぜて作るステンレス鋼材は、もややムラやボツボツなどが多かれ少なかれ出ます。精工メーカーの技術によって表面の綺麗さは変わってきます。鍛造とか鍛錬するともやが細かくなったり、ボツボツがなくなったりして、表面は若干綺麗になります。一部の鋼材は素で綺麗なものもあります。動画で作った包丁は後でメンテナンスをする場合があるので、動画では絵付けはしません。絵付けをすると隙間はなくなります。峰と顎も鏡面仕上げです。絵は赤い樹脂の入ったスタビライズドウッドの絵にしました。赤もかっこいいですね。試し切りしていきます。絵は汚したくないので刃だけで試し切りします。日本では銀酸や 440C がステンレス包丁によく使われていて、ステンレス鋼製の包丁の評価でよく名前が挙がりますが、正直切れ味はそれほど良くないです。銀酸や 440C を基準にしてステンレス鋼の包丁が評価されるのは僕はもったいないと思います。ステンレス鋼は包丁にも使えるものがかなりあって、中にはめちゃめちゃ切れるものもあります。評価する時の鋼材のチョイスが難しいですよね。
これからもいろんな鋼材を使って動画を作っていきたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。